はい、皆さんこんにちは。ノマドナチャンネルです。私は今、インドネシア・ジャカルタのスカルノハッタ国際空港にいます。で、これからここから、飛行機に乗りまして、ヨーロッパの、アテネまで行きます。で、今回乗る飛行機は、ターキッシュエアライン、トルコ航空のしかもビジネスクラスになります。楽しみです。これから早速チェックインしたいと思います。はい、で今回乗る飛行機がこちら TK509 のイスタンブル行きです。でそもそも私自身ターキッシュエアラインに乗ったことがないので今回が初めての利用になります。ターキッシュエアラインといえばですね、機内食、それからイスタンブールでのラウンジが有名という話も聞いてますので、この動画の中でご紹介していきたいと思います。で D のカウンターがこちらです。でターキッシュエアラインの隣にはなぜかマカオ航空のチェックインカウンターがあるみたいです。で今回はビジネスクラスなのでこちらの右側のレッドカーペットのチェックインカウンターを使わせていただこうと思います。ということでチェックイン完了しました。ボーディングパスにはビジネスの文字が入ってます。シートは 3A です。空港にも丸亀製麺があります。さすが首都ジャカルタ。はい、出国手続き終わりました。なんか荷物検査のところは一応ビジネスクラス用のレーンの名前は書いてあったんですけど、そんなもの関係なく結構ごちゃ混ぜになってるような感じでした。ちなみにターキッシュの指定ラウンジはこのプラザプレミアムでした。ということで今回のターキッシュエアラインはこの7番ゲートから出発します。ゲートのすぐ前にあるのでやっぱりラウンジに立ち寄ってみたんですけど、結構今の時間人が少なくて快適そうなラウンジです。でここはね、もちろんプライオリティパスで入れるラウンジでして、で往々にしてプライオリティパスで入れるラウンジって、ちょっと混雑していることが多いような気がするんですけども、時間帯からなのかこの時間は結構空いてましたね。かなりガラガラで居心地がいいラウンジでした。こちらがターキッシュエアラインの機材です。で実はターキッシュエアライン乗ったことなくて今回初めて乗るので結構楽しみです。フライトの出発は9時20分なんですけど、時刻は今9時です。若干遅れるのかなっていう感じがしてます。出発時刻9時20分だったんですけども、9時25分になってようやく搭乗開始しました。ということで多分30分ぐらいは遅れるんじゃないかと思います。はい、それでは登場していきたいと思います。でこちらがビジネスクラスの区画になります。で入ってきてまず驚いたんですけど、ビジネスクラスがですね、個室タイプなんですよね。で事前に全然調べていかなかったんですけど、このタイプの機材とは思ってなかったんで、ちょっと見た瞬間びっくりしました。でどうやらですね、他の海外の YouTuber さんとかの動画を見ていると、この機材ですね、もともとは某ロシアの航空会社向けに作られていたものを、経済制裁の影響で買えなくなったので、ターキッシュが代わりに買ったというものみたいなんですね。なのでそもそもの機材のレイアウトはですね、その某航空会社向けに作られたものみたいなんですよ。なので狙ってこの飛行機に乗ったわけではないんですけど、結構貴重な体験ができたなっていう感じですね。ちなみに袋もですね、全く同じ路線に乗ったんですけども、そちらは違う機材のビジネスクラスでした。なのでかなりラッキーだったなというふうに思います。はい、でこちらが、後ろから前方を見た感じです。各座席に、ドアがついてるんですけども、こちら離着陸の時は使えないようにロックがされてます。足元のスペースもこんな感じでかなり広々と、作られてます。あと座席の左側には小さいクロークがついているので、こちらにジャケットをしまえるようになってます。でこちらがブランケット。これ最初見た時ちょっとペラペラでと思ったんですけど、後からちゃんと厚い掛け布団をもらえます。そしてこちらがいただいたスリッパですね。これはすごいクオリティが高くてふかふかのスリッパでした。で早速機内食のメニューが配られました。まずは朝食運用の機内食、それから到着前にもう1回機内食が出るみたいです。でドリンクサービスもですね、なかなか手が凝っていておしゃれな感じのドリンクが配られました。
でこちらがビジネスクラスのアメニティポーチです。中身は他のビジネスクラスのアメニティとほとんど、同じでですね、化粧水とかですね、あと歯ブラシセットとか、あと靴下と耳栓なんかも入ってました。で機内はですね Wi-Fi が飛んでまして、ビジネスクラス利用した場合は1ギガまで無料で使えるということです。今回約12時間という結構長丁場なフライトなので、こういう感じで暇つぶしができるようになると結構ありがたいですよね。ということで離陸しました。残り11時間このフライトを楽しんでいきたいと思います。まずはこういうちっちゃいねおしぼりが配られました。結構いい匂いがするおしぼりでした。で安定飛行に入ってからすぐ一回お手洗いに行ったんですけども、その間にですねベッドメイクがされてました。まだ機内食が配られる前だったんですけどもね、なかなかユニークですが細かいことは気にしないでおきましょう。でこちらが朝食の機内食になります。はい、で食事が終わるとですねすぐに消灯しまして、こんな感じで機内がムーディーに彩られるようになってます。でこちらが扉を閉めた時の感じです。でもちろん上からは覗き込めますけども、閉めると結構プライバシーが保たれる感じになります。はい、でこちらがですね到着前の2回目の機内食になります。でシャンパンをオーダーしてナッツもねあったかいものをいただきました。でこれがですね有名なカート式のターキッシュエアラインの機内食サーブの様子になります。で機内にはですねシェフの格好をしたクルーの方が乗ってらっしゃいまして、その方が機内食を用意してくださるということみたいです。でこれが通称フライングシェフということみたいでして、ターキッシュエアラインがですね機内食が有名というゆえんみたいです。でまずは前菜にですねローストビーフをいただくことにしました。でこちらにですねスープがついてくるんですよね。でシェフの方がその場でよそってくださるので美味しそうだなというふうに思って、いただくことにしました。こちらはトルコの名物ひよこ豆のスープになります。味もかなり美味しかったですね。ローストビーフの焼き加減も絶妙で硬すぎず柔らかい食感でした。すかさず2杯目はトルコといえばのエフェスビールを注文。これなんか缶の上に銀紙みたいのが巻いてあったんですけど、全部こういうタイプなんですかね。前菜にお肉をお願いしたのでメインは魚にすることにしました。結構このソースがね印象的で色がすごい黄色いんですよね。でどんな味なのかなというふうに思ったら、ちょっと表現が何とも言えない味なんですけども、かなり美味しいは美味しい味でした。で結構ね機内食の量が多くてですね、正直もうお腹がいっぱいだったんですけども、最後これですねカートでデザートが、回ってきます。見せ方が上手ですよね。全部美味しそうに見えちゃいます。トルコのデザートっていうふうに言われたのでこちらをいただくことにしました。はい、今イスタンブールの国際空港に到着しました。いやめちゃくちゃ快適なフライトで、乗っている時間も結構長かったんですけどあっという間に感じました。そしてイスタンブールの空港はやっぱりとてつもなく大きいです。これからトランスファーの手続きをして、でその後また乗り継ぎがあるので時間をラウンジとかで潰したいと思います。広すぎてトランスファーの入り口まで10分歩いてかかるそうです。いや本当に広いわ。あそこにはイスタンブールへようこその文字、ちゃんと日本語もあります。やっと着きました。ここがインターナショナルトランスファーです。なんかちょっと混んでるのかな、もしかしたらちょっと待つかもしれません。ビジネスクラスの人はファストレーンを使えたので全く並ばずに
荷物の検査を終えることができました。はい、でこちらが制限エリアになります。もう入ってきた瞬間ね、びっくりしたんですけど、このきらびやかな感じすごいですよね。かなり明るいというか、中東特有のこのギラギラした感じがたまんない作りになってます。お店の数もかなり多いです。飲食店や免税店が立ち並んでます。ここでは3時間の待ち時間があるので、ラウンジへ向かいたいと思います。イスタンブールにはですね、ターキッシュのラウンジが2つありまして、ビジネス客しか使えないラウンジとスターアライアンスのゴールドで使えるラウンジ、2つあるんですけども、今回はありがたくですね、ビジネス専用のラウンジに向かいたいと思います。いや、話には聞いてたんですけども、入り口からしてとてつもなくどでかいラウンジです。ここにはたくさんのロッカーもあります。ロッカーは電子タイプで暗証番号を自分で設定できるタイプのロッカーです。荷物が身軽になるので非常に便利だと思います。でラウンジの中はですね、かなり広くて、それなりにお客さんも結構入ってたんですけども、食事をね種類がかなり多かったですね。いろんなものがとにかくあってですね、食べきれないぐらい多分これ置いてあったと思います。私はですねちょっと機内食もう食べたので、お腹いっぱいで、ほとんど何も手をつけなかったんですけども、とにかくねこの食事はかなり豪華だなというふうに思いました。でもちろんこういう感じでですね、トルコでよく見るお茶なんかもあったりしてですね、正直もう何時間でも時間が潰せるような作りになってます。ということでシャワー室に来てみました。広さはそんなに広くないんですけども、トイレとシャワーが一緒になっているタイプです。ですごいのはこのバスガウンもあるんですよね。これいつのタイミングで着るんだろうっていう感じではあるんですけども、あと、アメニティ類も結構いろんなものが揃ってます。あとはですね、なんとこのゴルフシミュレーターなんかも置いてあったりだとか、あとその隣ではですね、フライトシミュレーターなんかも置いてありました。いやもう本当にね、いくらでも時間が潰せますね。はい、で今ねチェックインしました。最初ねチェックインした時1時間ぐらい待ってくださいっていうふうに言われたんですけども、1時間後にまたコンシェルジュの方に行ったら部屋が出来上がってました。で部屋の感じはこんな感じです。でこれもうね普通のホテルですね。ホテルのシングルルームと同じです。全く違いはないです。で唯一の違いっていうのは多分シャワールームがくっついてないってことなんですけども、シャワー使いたい場合はまたコンシェルジュの方に行ってくださいっていうふうに言われました。はい、いかがだったでしょうか。ラウンジのクオリティも素晴らしいですよね。まさか個室まであるとは思いませんでした。このレベルの個室がラウンジにあるのは世界でもここだけなんじゃないでしょうか。他にもあったら教えてください。ということですね、ラウンジで、3時間4時間過ごした後、アテネに向かいます。で、このフライトはですね、ターキッシュではなくて、エーゲ航空の、フライトを利用してます。もうね、時差ボケでただでさえ眠いのに、フライトが1時間半ぐらい遅れたので、もうこの時は結構疲労困憊でした。向こう側にはイラク航空が止まってます。初めて見た。珍しいですね。はい、ということで今回の動画はここまでになります。今後ですね、今回のこのヨーロッパの旅行の様子も動画にできればと思いますので、次回以降もぜひご視聴いただければと思います。よろしければですね、チャンネル登録と高評価していただけると本当に嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。